こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日も見てくださってありがとうございます。はい、今日はよもぎ餅を作りたいと思います。すごく天気が良くってね、気持ちがいいのでね、よもぎを取りに行ってきました。はい、そしたらこんなにいっぱい、それもね、ちょっと柔らかいのでね、まだとっても柔らかいけど、ほら結構ね大きくなってるけどとっても柔らかいので、これをね洗ってきれいにして、これを洗ってですね、できれいにして茹でますね。熱湯のところに重曹小さじこの重曹小さじ1杯ぐらい入れて 2,3 分茹でますよ。はい、そしてね、よもぎはね、すごく筋が繊維があって包丁じゃ切りづらいのでね、ハサミでジャキジャキジャキって切って、はい、そして餅とね、餅っこっていうか餅つき器で餅つきます。はい、でもち米はね 750g を、5合かな、これ水につけて6時間くらい置きますよ、今から。でその間に餅の準備をします。わ、そう思ってね、たくさん取ってきました。ほら、冷凍してね、2,3 回に分けて、3、4回に分けて使おうと思っていっぱい取ってきました。で、汚れたところからとかないかどうか。これはどうしよう。あった。葉っぱだけ取ってたらとても大変だな、これ。硬そうなところだけ取ってね。こういうやばい茎はね、残したいと思います。はい、やっとよもぎをね洗いましたよ。2回も3回も。はい、今度はね茹でたいと思います。量が多いのでね、2回に分けて茹でますね。これはね、使うのはこれはこれ4回分ぐらいあるね。4回分ぐらいありますわ、草餅にするのに。ずっとで3回分くらいは冷凍しといて、今はまたちょっとですね、これは取ってきた時 700g ぐらいありましたけど、もう半分ぐらいになってると思いますよ、これは。じゃあちょっと沸騰してきたので入れます。はい、重曹 5g 以上の重曹を入れました。はい、そうしたらこのボウルに取ります。
じゃあこれを細かく刻んでいきますね。今度はハサミで切る方がね、包丁よりずっとね刻みやすいんですよ。いろいろしてみたんだけどね。はい、今日はねよもぎ餅を作ろうと思ってね、よもぎを取ってきてね洗っていました。で洗ってねハサミで切って、細かくして、絞ってね、で大体 50g ぐらいずつに分けました。これ1回分にしようと思います。そしてねお米は 750g 5合を今ね水からあげてざるにあげてますよ。で小豆も煮ました。もう大体いいと思います。大体ねこう線がつくぐらいになってるし、もういいと思うんですよ。お水を300入れますね。そして種を入れて、ここにねもち米を5合入れますよ。絞って 50g ぐらいにしましたよ。ハサミで切った、ハサミで細かくしましたけどね、ちょっと包丁じゃちょっと切りにくいのでね。はい、これを今度は蓋をしました。そしてこのスイッチ入れます。全自動の餅つきのこれ。はい、草餅つき上がりました。ちょっとおろすの忘れちゃって今からおろします。ここにちょっとボウルに開けたいと思います。回ってるうちに取り出せばよかった。よいしょ。よいしょ。はい、今度はねあんこをちょっと取ってどうですかね、あんこ餅を作りたいと思います。あんこ取りました。下手ですけどね。これは早くしないと。なんか下手です。それに手にこびりついちゃう。ですけどできました大きいです。これはもっと薄く伸ばさなくちゃね。薄く伸ばしてあんを入れて引っ張りますよ。こうやって
からですよこれは。よいしょ。あんこをいっぱい作ったのでね、草餅たくさんしようと思ったんですけどね、草餅難しいね。薄く伸ばして難しい。よいしょ。あんを入れます。慣れたらうまくなるのかな。はい、こんなんで最初のこんな大きい。伸ばしますね。伸ばしてあんを入れてそしてくるみます。よいしょ。ちょっと容量があるね。くるみます。いつも切り餅だったからでもいいか。はい、とりあえず草餅できました。まだいっぱいね余ってるこのお餅はちょっと切り餅にしたいと思います。四角く固めて。であんこはこのまんまいただきましょうか。はい、ちょっと、草餅下手だったので置きますわ。はい、でも美味しそうにできました。今日も見てくださってありがとうございました。モナコのもう一品クッキングです。できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと草餅の丸めるのが下手でしたね。でもまあまあでしょうか。はい、ありがとうございます。